でヴィンテージのアディダスやったらウエストジャーマニー製やったりフランス製やったりとかあるんですけど、なんかイタリアで作られてるのにこのちょっとやぼったい感じとかじゃたまらない服ですね。僕の中ではガシガシですね。ガシガシのプルプルですね。よろしくお願いします。こんにちは。アナグラムという古着屋をやっています中川と申します。スタッフの塩本です。よろしくお願いします。お願いします。アナグラムっていうのはもともとこう言葉を入れ替えて遊ぶっていう意味があるんですけど、古着とかファッションにも通ずるなと思ってこういう屋号にしました。80年代とか90年代の、ヨーロッパのリアルクロージングなどを着つつ、アメリカの、T シャツやったりとか、ヴィンテージとかをこうミックスしてるお店です。ヨーロッパ古着って言ったらやっぱり、ミリタリーとかワークっていうのは結構もう認知されてるというか、結構皆さん知られてる古着やと思うんですけど、本当に街行く人々が当時着てた服ってまだまだこう面白いというか掘られてない部分がたくさん、そこに興味を持って、本当集めてるって感じ。もともとファッションが好きなんで、中学生とか高校生ぐらいの時から古着屋に通い始めて、中高時代にモテたかったみたいなんから始まり、いろんな服があっていろいろこう掘っていく中の一つにやっぱり古着というものがあったんで、なんか見たことないものとかを古着に対して求めてたりもするんで、本当に一緒ですね。その時から新品にないものを古着に求めてたっていうのを2011年に始めたので、丸13年経ってます。28歳から、横に新京極通りと寺町通りっていうアーケードの繁華街があるんですけど、そこにやっぱり観光客の方たちや地元の方たちも買い物来られるんですけど、一本外れた、ちょっと細いでちょうどこうちょっと隠れ家っぽい雰囲気やったんで、なんか自分に合ってるなと思ってこの物件選びました。僕はもうスタッフっていう形で働かせていただいている形になります。学生時代に週に1回アルバイトで2年半ほど働かせていただいて、で、去年の4月から正社員っていう形で、そもそもファッション好きになったっていうのは古着ではなくてブランドから入ったんですけど、アナグラム最初は新品に負けない古着っていうので見てたんですけど、気づいたら古着って新品にこう合わせるもんじゃなくて新品に負けない存在なんだってことに気づいて、そこから気づいたらもう虜になっちゃってて、ここでしか買い物しないみたいな形になってて、入り口入ってすぐにこういうスウェットとか靴とか、時期柄今 T シャツとかをこうディスプレイをガーってしてる感じですね。でこの辺りは結構もうヨーロッパ中心のシャツが置いてて、こういうヨーロッパらしい色味が淡いシャツやったりとか、ちょっとデザインが効いてるもの、これもそうですね。こうちょっとプルオーバーの面白いディティールのシャツとかをこの辺にかけてますね。なんか長袖シャツに関してはやっぱ真夏でも長袖シャツ着たいって方はいらっしゃるんで、ずっと置いてますね。で冬場とかは、ちょっとリネンとかではなくてウールやったり、ネル生地のシャツやったりスウェットやったりがこの辺は結構強くバンって打ち出すところです。でこの辺りはワンラック T シャツになってまして、でこっちも季節柄なんですけど、こうリネンのシャツやったりリネンのスラックスだったり、この辺りもユーロのリネンスラックスなんですけど、リネンのパンツってやっぱりイージーパンツがどうしても多いんですけど、ちゃんとこうベルトループとかがついてて、なんかしっかり履けるようなリネンパンツをここは取り揃えてます。ちょっとくすんだような黒とも言えないネイビーとも言えないブルーグレーみたいな
かっちりとも着れますし、きれいめな感じで生地めちゃくちゃいいですね。本当に生地はめちゃくちゃ意識してますね。やっぱり生地から出る洋服の雰囲気ってめちゃくちゃ重要なんで、これ触ってもらったら分かるんですけど、ガシッって感じのリネンとかやっぱり気になりますよね。服に使われるようなリネンっていうよりはカバンとか本当もうちょっと強いものに使われるようなリネンですね。こういうのはこれもガシガシですね。ガシガシのプルプルですねこことかはイタリアンヴィンテージですね。この辺とかめちゃくちゃ数少なくて面白いと思いますね。CP カンパニーとか今結構有名なんですけど、それと一緒に当時着られてたオルメス・カレッティというデザイナーの人がやってた当時のブランドになりますね。はい、リーバイス、ユーロリーバイスユーロ規格あるじゃないですか。チャンピオンとかにもあるんですよ。これとかはすっごいシンプルなアディダスの、90年代からアーリーの、2000年代前半ぐらいのものなんですけど、何が面白いってリリージップっていうのが使われてて、フランスのジップですね。木グレーの感じもやっぱりアメリカものとはちょっと違う。アメリカのスウェットの木ってこういう感じ、ノイズのようなザザザザみたいな、ありそうでない。でヴィンテージのアディダスやったらウエストジャーマニー製やったりフランス製やったりとかあるんですけど、これはイタリア製なんですよ。なんかイタリアで作られてるのにこのちょっとやぼったい感じとかじゃたまらない服ですね、僕の中では。ここは今やったらデニム置いてるんですけど、冬やったら生地感のいいウールスラックスとかを畳んでます。でここの3つに今僕のお気に入りみたいな感じでかけてます。90年代のアメリカのインヤーモチーフの T シャツ3枚かけてます。ミリタリーのトレーニングシューズとか、アメリカのトレーニングシューズって言ったら SAS って言われるものやったりニューバランスっていうのが有名なんですけど、これイーグルマウンテンっていうところの、通称ステルスっていうスニーカーになりますね。ニューバランスのトレーニングシューズもテック感強めなんですけど、このイーグルマウンテンのやつはちょっとスウェード使いとかも好きですね。こういうエッシャー、アンダジアのエッシャーやったりとか、ウィリアム・ウェグマンというすごい有名なアートティーもこっちとか置いてるんですけど、なんか今推してるのはこういう T シャツで、サイエンス系 T シャツって勝手に呼んでるんですけど、これはなんか学会とかで使われてた T シャツで DNA を10倍にしたコンピュータグラフィックで、こっちにはその学会の日付やったりとか、その学会に出席した人みたいなの書いてあるんですけど、ほんと有名なアートティーに負けず劣らずなめちゃくちゃいいグラフィック。これはバックプリントバックなんです。で表に日付とバイオロジカルサイエンスみたいな。でまたちょっとサイエンスティー集めてたサイエンスティーでも紹介できるものがあって、ちょっとこっちに置いてるんですけど、本当にこの辺りってグラフィックがめちゃくちゃかっこいいです。これも DNA プリントが両面サイドガンってくるようなマセマティカっていう数学のソフトウェアがあるんですけど、サイエンスというよりはこっちは数学的な、こっちは結構デッドストロークに近い状態、ワンウォッシュぐらいなんでまだパリッとした色なんですけど、こういうちょっと淡くなってるのもすごいいいですよね。ピンピンのもののかっこよさもありますし、めちゃくちゃ色がフェードした状態のものもやっぱりめちゃくちゃかっこいいんで、人気なところで言えばスタジオ Q とか、ワイルドウッドプロダクションとか、当時のデザインスタジオが印刷してた T シャツとかもあるんですけど、これとかこれはねめちゃくちゃマイナーなスタジオやったと思います。バーリーデザインって書いてあるんですけど、ヨーロッパの T シャツって結構ペラペラソフトタイトみたいなのが多いんで、もう完全に T シャツに関してはアメリカでピックしてきたもの。次はこれアンダジアっ
っていうこのエッシャーとかで有名なんですよ、アンダジアの T シャツってのこうちょっと変化球バージョンで、アンダジアのボディって防耐色剤がおそらくめちゃくちゃ弱くて、普通の T シャツよりどんどんこう耐色していく、洗うたびにどんどん色抜けていくなっていう感じなんですよね。でもそれでのこの耐色どんどんしていった墨黒加減やったりとか、ここのシングルステッチこの浮き方とかがもう結構たまらんくかっこいいですねの流れで、これアートマトリックスっていうスタジオが作ってたフラクタル柄の T シャツ。フラクタル柄っていうのは、フラクタルアートは後でちょっとしばっちゃんが詳しく説明してくれると思います。だからフラクタルアートっていうのはいわゆるこう絵画とかの手で描かれるものとは違いまして、いわゆるシステムとかの数式ですね、フラクタルの数式っていうものを組み合わせて、一見無作為に見えるんですけど、組み合わさることでこう人間にはこう想像できないような形が生まれるアートっていうジャンルでして、その中でもフラクタルアートのジャンルの中でもこのアートマトリックスのところは飛び抜けてかっこいいと思います。でやっぱりこう資産的な古着ももちろんあるんですけど、これ買っといたらまた高くなるし、持っといてもいいやろうみたいな古着って逆に僕は手放しやすい古着やと思うんですよ。けど自分の目で見てめちゃくちゃ気に入って買った古着って、例えばその時めちゃくちゃ安くなって高くなったとしても、高くなったのが嬉しいだけで絶対手放したくないし、古着ってやっぱ膨大な量のデータじゃないですか。今年これが発表されましたみたいな服ではなくて、何年もこう積み重なっていろんな国のものがあって、やっぱそういうものを掘っていくという作業、この国のこれこんなかっこいいんやみたいな、もっともっと出会っていきたいし、こうお店にも仕入れて紹介はしていきたいです。